今日はテラピアのなめろうといっても生魚慣れてない国の人でも食べやすくするために丼にして少し炙り孫茶漬けっぽくしようと思っていますが、まずは新鮮なテラピアの切り身に塩を振って1時間ほど置きます。ここまでの工程、釣りたての養殖テラピアの上手なさばき方については次回の動画でご紹介しますが、魚のさばきを見ることに慣れてない人もいらっしゃるかと思いますので閲覧注意とします。でもこれができないと刺身やなめろうなどの生魚の料理は難しいでしょう。裏側にも塩を振って1時間ほど冷蔵庫に寝かせます。塩につけておきました。洗い流しますね。きれいに洗い流します。これ刺身包丁ですけど、本当は出刃という包丁がありまして、こういう形のものが出刃包丁っていうんですけど、これを魚と調味料と全部一緒にこう叩きながら作るのが本当はなめろうっていうんです。だけど素人ではそれを作るのが難しいので、出刃包丁も持ってなかったりもしますから、普通に包丁で細かく刻んでボウルの中で混ぜ合わせて作ってください。調味料もそうしたら無駄にならないですし、まず細かく刻んでください。しその葉がちょっと足りなかったので、今シーズンオフなので少ししか取れませんでした。三つ葉と半々で混ぜ合わせてます。これも細かく刻んでいきます。ニンニクも細かく刻みます。生姜も刻みます。これをここで一回混ぜて適当に刻みます。こういう時大きい包丁のはまだやりやすいですね。本当のやり方は出刃包丁を使ってこうやって叩くの。でも家の小さいまな板だとはみ出て落っこっちゃいますし、調味料も落ちちゃいますからちょっと難しいですね。ですからこのトントンのやり方はやめておいて細かく切ります。出刃包丁切るのに使うのは便利ですね。切れやすいですね。こういうのいっぺん粘りが出るまでやると書いてあるんですが、塩につけておいたので少し粘りは出てます。しそとか三つ葉なければネギでもいいですよ。玉ねぎではなくて青ネギですね。はい、こんな感じでボウルに入れていきます。そしてここにお味噌を少しスプーンすり切り2杯分ぐらいでしょうかね。みりん、なければ白ワインとお砂糖を少しでも構いません。醤油 10g ずつぐらいですかね。
はい、こんな感じで完成です。これを熱々のご飯の上に乗っけます。ご飯を継ぎまして、この上になめろうを乗っけます。なめろう丼ですね。この上にわさびを少し乗っけます。炙ります。だし汁を温めたものをかけたり、お茶をかけたりして、孫茶漬けにしても美味しいです。ティラピア丼の完成です。